はようございます。たかしです。本日は12月13日水曜日、ただいま9時22分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は陰線になっております。ただし現在この緑の平行チャンネル、その下限付近から先週末からの上昇になっております。ただ現在 GMMA の青帯の下に潜り込んできてますので、昨日はその GMMA の青帯で反発して下落をしてきております。ここからこのまま下落をして再びこの平行チャンネルの下限を目指してくるのか、それともこの GMMA を今上抜けてくるのかという分かれ道に現在はあります。昨日の動きだけを見てますと、一旦は GMMA で上値を抑えられた形ですね。ストキャスティクスはまだ上昇中ですので、本日の上昇で GMMA の青帯を上抜けてこれれば、そこからは直近最高値188円付近を目指して上昇していく可能性が高まります。本日夜には FOMC がありますので、その辺付近でどちらに動くかっていうところが決まってくるのかなと。逆に言えばそこまではどちらとも動けない、そういう状態が続くと考えます。では4時間足です。4時間足を見ていただければ昨日どれだけ動いていないのかがよくわかります。ほぼほぼ動いていないんですよね。朝方から若干下落はしたものの、その後はずーっとヒゲばっかりになっておりますので、ほとんど動いていないんです。ですので本日も FOMC に向けた動きということで、昨日みたいな動きをしてくる可能性がありますので、その辺注意ですね。あんまり今日もどんどん動くとか、上昇するとか下落するとかいうことは考えない方がいいと思います。ですので FOMC の結果を受けて動いた方についていくっていうのが今はやりやすいと思います。4時間足ストキャスティクスは今ゴールデンクロスしてきておりますね。ただ MACD ちょっと弱くなってきておりますので、そこは気になるところ。基本的には上がったり下がったりと方向感なく動くと思いますが、今これ4時間足単位ですので、例えば5分足とかですと小さくレンジを作っている、そんな感じにも見えてきますので、その中でのトレードならできるかもしれませんが、あまりこういうヒゲを出しているところでのトレードはお勧めしません。もし上昇してくれば再びGMMA の青帯に上値を抑えられて下落しやすくはなりますが、下落してきた時は昨日の安値っていうところは再び意識されてくると思いますので、その辺注目ですね。では1時間足です。1時間足 GMMA は完全に横ばいですね。その周辺で昨日は行ったり来たりしておりますので、基本的には本日も分かりにくい動きをするだろうという前提。その中で先ほど言ったように、一旦上昇してくれば、直近の高値ですね、184円付近まで上昇してくれば、そこからは下落しやすい。そしてもう少し下落してくれば、182円ぐらいまで下落してくれば、そこからは上昇しやすくなると思いますが、今のこの GMMA の上で行ったり来たりしている間はトレードは控えた方がいいと思いますので、182円まで下がってくるのを待つか、184円まで上がってくるのを待つっていうところを見ておく方がトレードとしてはやりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からですね。現在はオレンジの平行チャンネルを描いておりました。そこを下抜けてきて、現在はそこへの戻しをつけている途中です。GMMA の青帯は今まだ収束してますが下向きになってきておりますので、もうちょっと上昇すれば、チャートがもう少し上昇していけば GMMA の青帯で上値を抑えられて再び下落していくとは思いますが、現在はこの青い帯じゃなくてこの赤い方ですね。赤い帯に沿ってずっと下落してきているんですね。で、昨日も陰線になっております。ただし昨日下髭を伴う陰線ですので、やはりこの上がれば売られるし、下がれば買われるという、そういう相場だということがわかります。ストキャスティクスはもうちょっと上昇余地がありますので、本日は再び昨日高値ぐらいを目指して上昇していくのかなと。もしそのまま上昇してしまった場合、GMMA の青帯まで 147.5 付近、その付近までもし上昇することがあれば、そこからは再び売り圧力が入ってきやすくなりますが、本日そこまで動くっていうのは考えにくいので、まずは昨日の高値、安値っていうところを意識しておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足綺麗に下落トレンドを描いているんですね。ずーっと GMMA
GMMA の青帯に沿って下落してきてますよね。つまり今は GMMA の青帯にぶつかると下落するという、そういうトレンドを作っております。また白いトレンドラインを2本引いてますが、そのあたりも意識されているのがわかりますので、今は昨日一旦下落したんですけれども、結局長い下髭で返されております。とは言っても上値も重い状態ですので、まずは先ほど言いましたように、昨日の高値、安値っていうところを意識しておく。ここから上昇してくれば、まずはトレンドライン付近、そのあたりからの下落、それから下落してくれば昨日安値付近、そのあたりからの上昇をイメージしておきたいですね。インジケーターは方向感がありません。そして先ほども言いましたが、現在は FOMC 待ちですので、明確な動きをしてくるとは考えにくいので、こういうところでトレードして負けを増やさないようにしたいものですね。では1時間足です。現在1時間足、エリオット波動を描いているような、そんな印象も持てます。どこからがエリオット波動かわかりますかね？一旦動画を止めて考えてみてください。では答えなんですが、ここからですね、ここ1波、2波、3波。現在が4波なのか、それとも昨日からもう5波に入っているのかなというところですね。ですので、現在はこんなイメージが持てます。ただ、エリオット波動必ず5波が完成するというわけではありませんので、今は一旦エリオット波動の上昇待ちというところですね。もし昨日がすでに5波に入りかけているのであれば、本日そろそろ上昇してきてもおかしくないとは思いますが、先ほど言いましたように、基本的には昨日の高値、安値っていうところを意識しておきたいので、上昇してくれば昨日の高値、146円ちょっと超えたぐらいのところ、そのあたりっていうのは意識されてくると思いますし、その前にそもそもトレンドラインがありますし、オレンジの水平線なんかもありますので、その辺から下落していくということも考えられますので、今はそこに注意ですが、今は一旦エリオット波動の5波待ちというところを見ておきたいですね。ですので本日一旦上昇する可能性は高いですけれども、そこから次大きな下落に入る可能性、上がってくればトレンドラインにぶつかって下落するかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたいですね。どこまで5波が上昇していけるのか、そして5波が出るっていうことは次は修正波に入っていきますので、その辺の動きも注目です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。